陽子がこの支店に移動してきて、もう3週間が過ぎようとしていた。しかし、歓迎会らしいことを、まだ何もやっていなかった。支店長の浜中は、それを忘れていたわけではなかった。浜中が吉尾を呼んだ。お前、根岸の歓迎会の幹事をやってくれ。よろしく。いつもは歓送迎会の幹事役は先輩の小林がやることが多い。ちょっと暗い感じの吉尾より少し調子のいい小林の方がこういう役は合っている。しかしあいにく今回は小林はいろいろと仕事を抱えているらしく手が回らないのだ。気遅れしやすい吉尾はこういう役があまり得意ではなかった。しかも主賓となる陽子は例の噂という問題を抱えていてデリケートな存在だ。だが支店長の浜中としては小林の手が空くのを待ってもいられないのだろう。どうやら吉尾がやるしかないらしい。うまくやれるだろうか。失敗して陽子や皆に嫌な思いをさせてしまうかもしれない。しかし状況を考えてみると吉尾が逃げることはできなかった。そして時間はあまりない。できるだけ早く歓迎会をやらなければならない。ぼやぼやしていたら陽子の移動から1ヶ月が過ぎてしまう。仕事の合間や仕事が終わってから吉尾は陽子の歓迎会についてあれこれ考える。場所はどこにしよう。駅前にいくつか居酒屋がある。職場から少し歩くだけだから仕事が済んだらすぐに皆集まれる。その日は皆残業はせずに定時で仕事を切り上げてくれるだろうか。時間は長すぎず短すぎず2時間くらいがいいだろうか。パートの中川さんや遠距離通勤で年配の下川さんは宴会が終わった後の帰りの時間も下になるかもしれない。会費はどのくらいにしたらいいだろう。あまり高くするのはまずい。皆に負担がかかれば
主賓が気を使ってしまう。かといって、安っぽい歓迎会にしてしまうわけにもいかない。どんな料理がいいだろう。飲み物はどんなものがいいだろう。インターネットで調べてみたところ、駅前の居酒屋の中に飲み放題のコースをやっているところがいくつかある。料金は3000円から6000円くらい。進行はどのようにするのか。まず、皆が集まったところで、よしおが一声かける。皆さん、本日はお集まりいただき、ありがとうございます。これより、我々の支店のメンバーの一員となられた根岸陽子さんの歓迎会を始めさせていただきます。そして、支店長の挨拶。そして、失敗したくなかった。よしおの見るところ、ここには、例の噂を真に受けて、陽子を敵視する人間はいない。陽子に、そのことも知ってほしい。その日、歓迎会は、なんとか終了した。よしおとしては、精一杯やったつもりだった。支店長の浜中や、先輩の小林も、うまく盛り上げてくれた。しかし、不手際はいろいろと、あったかもしれない。注文した酒がなかなか届かなくて、何度も催促したり、注文していない料理が届いたり、よしおが選んだ居酒屋の接客係は、結構いい加減だった。はじめは、何を話題にしていいかわからず、皆、押し黙ってしまう場面もあった。よしおが何か言うべきだったが、言葉が出てこず。しかし、支店長の浜中や、先輩の小林が、うまく、助け舟を出してくれた。歓迎会を終えて、居酒屋を出たとき、よしおは自分が、少し、飲みすぎていることに気づいた。知らぬ間に、飲みすぎてしまったらしい。駅前で、皆と別れたよしおは、酔いを覚ますため、隣の駅まで歩くことにした。よしおは夜の道をとぼとぼと隣の駅に向かって歩いていた。
腕時計を見ると、20時を少し過ぎていた。2月下旬の冷たいが穏やかな風が気持ちよかった。誰かが突然、よしおの隣を並んで歩き出した。よしおがその本を見ると、陽子だった。幹事、ご苦労様、今日はありがとう。陽子がそう言って笑った。そっちも、お疲れ様。と、よしおは言って、笑顔を作った。二人はそのまま、しばらく歩いた。よしおは思っていた。どうして陽子が、この道を歩いているのだろう。ともあれ、何か話さなくては。よしおは言った。電車に乗らなかったの？ちょっと飲みすぎちゃって。酔いざましようと思って。どうやらよしおと同じらしい。俺も同じ、ちょっと飲みすぎた。よしおはまた思った。何を話したらいいだろう。陽子が言った。心配。心配とは何のことだろう。何が？よしおは尋ねた。私、人食い女だからさ。大宮の顔見知りの男が言っていた。あいつのこと。人食い女なんていうやつもいるんだよ。別に心配なんかしてないよ。と、よしおは言った。そう。陽子の言葉に疑問符がついている。その疑問符を打ち消すように。そしてそれが嫌味にならないように。少し笑って、よしおは言った。だってどうせ、俺のことなんか、相手にしてくれないだろ。陽子が少し意外そうな顔をした。そう装った。だけかもしれなかった。どうしてそう思う？と、陽子が言った。鏡、見てみろよ。と、よしおは言った。何よそれ。俺には、高嶺の花ってこと。その時陽子が、少し悲しそうな顔をしたように思えた。と、陽子が言った。まずいことを言ってしまったろうか。と、よしおは思った。やがて、駅が見えてきた。あの公園で少し休んでいかない？私、まだ酔いが冷めないや。と、陽子が言った。
うん、そうしようか。よしおは、陽子が少し悲しそうに。見えたことが気になっていた。駅前の公園に入る前に、陽子が自動販売機で、オレンジジュースを2つ買って、はい、今日の幹事さんにお礼、と言って、よしおに1つくれた。いくつかある公園のベンチに、それぞれ腰掛けて、2人はオレンジジュースを飲んだ。酔いが冷めきらない体に。オレンジジュースは美味しかった。ねえ、と、陽子が、よしおに声をかけた。うん。友達くらいなら、なってあげてもいいよ。と、陽子が言った。再生リスト6に続きます。